こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回はエンチャントがさらに充実してきました。採掘用ツルハシを4本揃え、かつ落下耐性砲を手に入れました。これで相当落下ダメージが軽減されるんじゃないでしょうか。それでもなお落下死した時の精神ダメージがさらに大きくなるけどね。さて早速最前線へ。在庫残り一つの赤いリンゴが尽きるまでは地下にこもります。その言い訳が尽きるまでよね。もう一周とか言わないわよね。さて次が35周目、頑張っていきます。で、この周回は試しにレッドストーンを、真正面から出てきたもの以外は掘らずに進んでみます。つまり横にあるレッドストーンは採掘せず、積極的な経験値稼ぎはしないってこと？やっぱりその方が楽ですし、どの程度影響が出るか見ておきたいんです。さてそれからやっとこの周回初のダイヤ鉱脈を見つけたのですが、今までになく寂しげな鉱脈でした。鉱脈内の鉱石はたった一つ。しかも幸運3の効果なしで手にしたダイヤは一つです。まだダイヤがないか周囲を掘る姿が特に寂しげね。さて35周目終了。ダイヤが640個に達して10スタックぴったりです。でも21個って最近では随分少ないわね。そうなんです。なので続いてもう一周掘りに行くしかないでしょう。そういえば上位の金リンゴ作れるだけ金は集まったの？さて、どうなんでしょうか。つまり集まってるのね。さて前週は、側面のレッドストーンを掘らずにいたら、経験値が17から19までしか上がりませんでした。全然じゃないの。というわけで当面まだ掘りやすいのだけは掘っていきます。で、次に掘り当てた洞窟が、あらまだ廃坑続いてたの。しかもまだ左に伸びているしちょっとびっくりです。その後2分で風車型の北東の頂点に達し、折れ曲がって1分進んだところで水浸し。これを処理してたらまた廃坑が出てきました。もう拠点から随分離れているのに、僕たちの廃坑はこれからなの？つまり死ぬの？その意味はわかりませんが、ともかく36周目 ×4 で、もう拠点から最低でも144メートルも離れています。と、水中呼吸がないとちょっと怖いです。さて水の処理が終わって、なんだか久々に廃坑通路っぽい長さの廃坑です。毒蜘蛛はまた残念ながらいないわね。待ち望んではないですがもはやあまり恐怖感はありません。もう一つの企画の方で戦ってモブ慣れしてきてます。つまり油断がこんにちはする頃合いね。さて地図の方ですが、この周回のいつもの高さの廃坑を追記してみました。ちなみにこの36周目で掘っているルートは白いラインです。もう拡張なしの地図4枚分より広くなっちゃってるのね。さて36周目終了しました。今度はまずまずダイヤ取れたし拠点に戻ります。最近は金の精錬は4等分して時間を節約していますが、そろそろかまど4連装でも時間を多少要してしまいます。で、ダイヤは10スタック超え。アイテム欄的にもボリュームが出てきました。これでもまだ目標のたった 6.8% なのよね。ぶっちゃけて言いますと、ブランチマイニングならまだ相当の余力を残しています。さて人参の収穫です。もうあまりいらないかもしれませんが精錬待ち時間の暇つぶしです。いつもならエンチャントで暇つぶしているところよね。さて精錬が終わって、赤いリンゴの最後の一つを使ってしまいます。これで7個目。これで地上に排出されるの確定ね。さすがにこれ以上地下で粘るのは無理。覚悟はできています。まあでも本当に、そろそろリンゴや耐久力3の本を取引する村人を見つけておきたいです。で、エンダーチェストには取引用の鉄と石炭、それにダイヤも詰めました。取引のメインは鉄になりそうね。
案外石炭は松明で消耗するので、あまりガチなのはやっぱり鉄です。さて、地上への螺旋階段を登っている時なのですが。あらエンダーマンじゃないの。倒したら？さすがにここは毒グモスポナーの近くっぽいのでご遠慮します。と、思ったら隙間が、エンダーマンに抜き取られたようでちょっとおっかないです。他に抜き取られたところないですよね。さて久々の地上です。まずは放し飼いしてた馬がどこへやら。お、無事でした。逃げ切れなかった敵には無事じゃないわね。いえいえ放し飼いは馬にとっても危ないことありますから。それにしても、なんで私から逃げようとするのでしょうか。ピラミッド企画で峡谷に落ちたばかりじゃないの。今回の地上探索では乗りませんから安心してほしいです。さて、最初の広域地図の西に突き抜けて、地図2枚目に入りました。ここから地上探索開始です。そういえば実は、最近 Windows 10に乗り換えたのですが、まだ設定をほとんどいじってないんです。軽量化したらひょっとしたら馬を連れて行けるスペックに達するかもしれないので、そのうち試してみようと思ってます。それは馬に聞かせられないわね。さて徒歩でテクテクしていたのですが、そういえばブーツに落下耐性法をつけているんです。走っちゃってもいいですよね。まあ死んでも新ワールドに行くだけだものね。少し進んだらエンダーマンを見つけてしまいました。別にジエンドに行く予定はないですが、一応。問題はパールが相当集まった時なのよ。その時にジエンドに行くの我慢できるの？まあ多分。さらに少し進むと地上露出の峡谷があって、眺めてみたら廃校が見つかりました。ちょっと珍しいわね。どうもこの企画ではやたら廃校に縁があるようです。その縁をちょっとずらすだけでいいのに。さて、地図の西に回ってみたら広そうな砂漠がありました。村チャンスで、砂漠の神殿チャンスでもあります。砂漠の神殿のお目当てはエンチャント本くらいよね。まあでも操作ミスったら一撃死するので、見つけても入るかどうか悩んでます。さて南西の端まで来てみたら、今度は寒い気候を見つけました。さすがにこの企画では寒い気候は全く意味ないわよね。意味ないばかりでなく、村内ないエリアなんですよね。まあでも、予感はありました。多分こちらで見つけてしまうのではないかと。樹氷表現は結構探すの辛いのに。まあそうなるわよね。なかったことにするべく、近寄ったシーンはカットです。さて、西側の砂漠が尽きてきた気がします。きっと気のせいです。と、あるじゃないですかトンネルが。探してたのは村でしょうに。トンネルに潜るときは左右の安全を確認し、剣を振り上げて横断するのがルールです。左右見ないと何か突っ込んでくるの？普通に考えたらわかると思うのですが、剣を振り上げてトンネルに突入するところをもし誰かに見られたらどうなりますか？通報されるわね。それにしても良かったです。このトンネルがなければ危ないところでした。何がよ。さてそれからは、特に村は見つからず、成果としてはこのトンネルと、このスレスレかろうじて繋がっているトンネル。そしてゲートタイプのスタンダードなこちらのトンネルくらいで、合計4ポイントゲットしました。またわけわからないことを。でも、99ポイントでメサと交換できるんですよ。この企画じゃ意味がないわね。さて地図は残り少しとなってきたところで、ようやく砂漠の神殿発見です。危ないから調べずスルーするんじゃなかったの？いえ、うっすらの記憶ですが確かこれ、もう危なくないです。やっぱりですね。この砂漠の神殿は私がこの企画で最初に見つけたものでした。さて、この海洋を船で突き進んで、2枚目の地図は探索完了です。つまり私は地図なしで、地図2枚分のエリア内の村と砂漠の神殿を全て見つけていたようです。まあいいじゃない。
4ポイントもゲットしたんだし。それより村を見つけたかったです。さて約1時間半の地上探索を終わらせて、リスポーン拠点の上に戻って馬に乗って一休憩です。少し休んだらドロップ増加3を買いに行かないと。まあその前にアイテム整理と金の人参補充です。ダッシュ使ってしまったものでもう5つしか残っていません。さてでは改めて、ダイヤツル橋の村へ出発です。さて村に着きました。もう馬とラグさんとアカシアのコラボに恐れることはありません。で、ドロップ増加3のお値段は29エメラルドとそこそこ高価なんです。でもまあブランチマイニングで勝手に集まってしまう鉄を処分するのにはちょうど良い値段とも言えますね。そもそも買って役立つ品物がまだ少ないものね。さて問題なく29エメラルドを手に入れました。途中で石炭と鉄の取引が止まったので、ダイヤを売って取引解禁させてます。さて、この企画では必須ではないですが、一旦持ち慣れてしまうと癖になるドロップ増加3がやっと手に入らない。本が必要なことを忘れてました。川も確か拠点に置いたままだし。何をやっているんだか。まあ問題ありません。本棚を一つ使ってぶち壊せばいいんです。そして減ったエメラルドを補充し、無事にドロップ増加3の本を手に入れました。さてリスポーン拠点の上空に戻ってきたわけなのですが、あと必要なのはリンゴよね。ここからさらにもう1枚探索に向かうには気力が尽きているので、この周辺の木を伐採してある程度集めます。ほぼ丸1日伐採してみたら、リンゴ12個集まりました。案外時間かからなかったじゃないの。そういえば最近までピラミッド企画で伐採ばかりやってたんですよね。慣れてしまったようです。さて、リスポーン拠点に戻ったところでキリがいいので今回はここまでです。次回はまたガシガシとダイヤ集めしていきます。まだダイヤが 7% 未満だものね。まああとちょっと、ネザーに行くことを意識しています。緊急回復用のポーションがやっぱり欲しいです。今まで怖いので後回しにしてきたのですが、でも考えてみると後回しにした方が怖いんですよね。ダイヤいっぱいかけた方がスリルあって楽しそうだけどね。それではまたね。バイバイ。